今よりも一歩幸せに。どうも、釣りって学べるです。釣り人なら誰でも一度は憧れるマイボート。具体的にいくらかかるか気になりますよね。今の皆さんはなんとなくボートは億するんでしょ？マリーナは船を置くだけで数百万円かかるんでしょ？と勝手にお金持ちだけのものとイメージしているんじゃないかなと思います。私もそうでした。そこで今回は皆さんのそのイメージを払拭するために、ズボラ商店鮮魚部さん全面協力のもと、ボートの購入から維持費までいくらお金がかかったのかすべて教えていただきます。ちなみにめちゃくちゃ細かい数字が出ていますので必見です。この動画を見なければ、ボートというのはお金持ちの乗り物という認識が払拭できず、憧れのままで一生を終えてしまいます。ですから、この動画で憧れを捨てましょう。ということで、本日の目次です。イニシャルコスト、ランニングコスト。動画の最後には特典パートとして釣りに特化したボートをご紹介いたしますので、最後までご覧ください。そして、今回情報を提供していただいたズボラ商店鮮魚部さんのチャンネルでは、他にも実況動画やボートの DIY 動画などもアップされていて、大変参考になる動画がたくさんあります。概要欄にチャンネルのリンクを貼っておくので、ぜひご覧ください。それでは、これから順番にご紹介していきますが、結論から申し上げます。ズバリ、トータル約1000万円だそうです。これを高いと思うか安いと思うかは意見が割れそうですが、私の率直な意見としては、所有されている方が多いであろう自動車と比べてみると、法外な金額ではないんだなと思いました。それでは改めてイニシャルコストからご紹介していきます。まずはじめに、ズボラ商店鮮魚部さんは何のボートを買ったのか気になりますよね。それはヤマハ YFR24EX FSR というボートです。ズボラ商店鮮魚部さんは中古でこちらのボートを購入したそうですが、少しご紹介させていただくと、定員8人、平成30年登録の4年落ち、130馬力エンジンから175馬力エンジンに乗せ替え、こちらで770万円だそうです。ボートの知識がない私が少し調べた感じだと、この YFR シリーズは概要まで出られるミドルクラスという印象でした。他にも湾内向けなどのシリーズもあって、200万円から300万円台で購入できるボートもありそうなので、ここで大きくお金は抑えられるのではないでしょうか。今回、ズボラ商店鮮魚部さんは中古で購入されたということで、すでに多くのオプションがついていたそうなので、順番にご紹介していきます。まず、スタンレールというボート後方の手すりと、バウレールという前方の手すり、そして絶対に欠かすことのできない GPS プロッター付き魚探が装着されていました。GPS プロッターというのは、船の位置や船速などを GPS を利用して計測・表示する機能のことを言います。他にも航跡記録や地図に収録された等深線で水深を把握したり、釣りポイントを地図上にプロットしたりしてくれるエンジンと同様にボートでは必要不可欠な装備です。そしてこのボートにはミンコ他社製の iPilot が装着されていたそうです。ボート釣りをやらない人にとっては何のことかよくわからないと思いますが、特にボートでバス釣りをされている方にとっては憧れの装備と言ってもいいのではないでしょうか。ここで少し iPilot について説明しておきます。メーカーのミンコ他社はアメリカに本拠地を構える世界最古のトローリングメーカーです。日本ではライバルであるモーターガイド社とともに認知されています。iPilot というのは GPS 技術を利用したトローリングモーターで走行航路を記憶させることができて、リモコンによる操作でボートを目的のポイントへ正確にかつ簡単にポジショニングすることができます。つまり一度設定してしまえば自動で釣れるポイントまで案内してくれるというめちゃくちゃ便利な機械です。従来型のものは一般的にエレキと呼ばれていて、この iPilot は新品で装着するとなると100万円ほどかかります。他にもサーチライト、トイレ、日よけのオーニング、デッキライト、救命胴衣などの法定装備品、
ボートフック、岸壁に船を横付けするときに傷がつかないようにするフェンダー、ロープ類がすでに偽装されていたそうです。他にもバッテリー4台で13万2000円、名義変更などの浸水諸費用で3万3000円かかったそうです。ここまでのイニシャルコストはトータルで786万5000円でした。ここからは係留費などのランニングコストについてご紹介していきます。毎年かかる費用から順番にご紹介すると、まず任意保険です。これは車と一緒で事故を起こしたり、怪我をさせてしまったり、万が一の時に備えておくものですね。こちらが一般的な保証内容で、年間初年度で52,640円となっていました。そしてボートを所有する上で最も気になるところ、マリーナでの係留費用は海上や陸上で異なりますが、ズボラ商店鮮魚部さんは陸上で年間23万7600円ということでした。ただ、この係留費用については県や場所によって全く異なるようで、ズボラ商店鮮魚部さんは富山県ということでしたが、例えば関東圏だとこれの3倍以上というところも珍しくはありません。これまでボートは夢じゃないと言ってきましたが、場所によってはやはり憧れの存在ということになってしまいそうです。さて、ボートを陸上で保管するには船代が必要になりますが、こちらのレンタル料が年間39,600円でした。ここからは毎月かかる燃料代やオイル交換代についてご紹介します。ちなみにズボラ商店鮮魚部さんは年間 813.8 時間乗船されたそうで、この数字は他とは比べ物にならないほどの多い乗船時間だそうです。なので、ここでご紹介する数字はマックスの数字だと考えていいかもしれません。それではオイル交換などからご紹介します。ボート用の船外機はおおむね100時間ごとにオイル交換をする必要があるのですが、乗船時間からわかる通り、ほぼ毎月オイル交換をされていたそうです。その他に陸上保管なので上げ下ろし費用が毎回必要で、それらを含めて年間トータルで計算したところ56万1461円ということでした。そして燃料代はズボラ商店鮮魚部さんが所有する船外機はレギュラーガソリンということで、2023年当時のリッター156円で計算しています。その気になる金額は出港108回で5653リットル、つまり88万1868円という金額でした。他にもズボラ商店鮮魚部さんはボート用にタックルを一新したり、追加でレールやロッドホルダーを DIY するなどして、そのトータルが約110万円ほどかかっているそうです。これでボート購入から1年間維持するのにかかった金額が出揃いましたので、合計しています。ズバリ1073万8169円でした。確かに安い金額とは言えませんが、かといって一生持てない夢の乗り物というほどではないということがお分かりいただけたのではないでしょうか。ズボラ商店鮮魚部さんはボートを所有してお金は確かにかかるが、海上を自由に走る時間はお金には変えられないこと、新しい世界観を手に入れたことは人生において大きな幸せだったと述べて動画を終えています。釣りマナ視聴者の皆さんも今すぐは無理でもボート所有を目指してみたら人生がより楽しくなるのではないでしょうか。それでは特典パートです。ここでは新艇でも500万円以下で購入可能なボートについてご紹介します。それはヤマハの FAST23 という23フィートのボートです。ヤマハさんのホームページでもフィッシングボートとして紹介されているように釣りに特化させたボートで、そのデザインもシンプルでとてもかっこいいと思います。今回ズボラ商店鮮魚部さんが購入したボートよりちょっとだけ短いボートで、新艇の値段で200万円から300万円ほど安い値段で購入することが可能です。しかしこのボート業界も昨今の自動車業界と同様に、新艇だと納艇まで数年というのは当たり前のようで、魚探などがすでに偽装されていて、かつすぐに納艇される中古艇が大人気ということでした。
皆さんが一度は乗ってみたいボートをコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。釣りって学べるには Discord を使った釣りコミュニティ釣りシティがございます。ありがたいことに480名を超える方に参加していただけるほどになりました。さらに Discord では釣りだけでなく料理やタックルなど様々な情報交換の場として活用していただいています。登録は概要欄の登録方法と招待リンクをクリックして説明の通りに操作していくだけなので簡単です。もちろん費用はかかりませんから、あなたも住人となって様々な情報を共有してみてはいかがですか？今回の授業は以上となります。ボートと釣りが今後の釣り人生の参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。